私は子育てを終えて充実した日々を送っていた。一方で夫は投資に夫婦の老後資金を使い込んだ上、浮気相手を家に連れてきて私に離婚を迫ってきたのだ。私は離婚を受け入れて夫の破滅を見届けることにした。私の名前は大野ゆかり。年齢は57歳で介護士として働いている。夫の敦也は同じ年で会社員をしており、3人の子供は結婚や就職ですでに家を出ているので、夫婦2人暮らしだ。子育ても終えて夫婦共働きなこともあり、私は自分の給料を自由に使えたし、貯金に回す余裕も出てきて充実した日々を送っていた。一方で夫は役職定年を迎えて、給与が下がったことに対して不満を募らせて愚痴が増えた。これまで会社に尽くしてきたのに、年下の奴らが上司になったんだぞ。やってられんよ。これも時代の流れなのよ。働けるだけありがたいと思わなくちゃね。あんなところで働き続けても損するばかりだ。夫の愚痴に対して私は励ましたり話を聞いたりしてきたのだが、会社に対する不満は増えていくばかりのようで、私は心配だった。今のご時世、定年退職したとしても年金をもらえるのは数年先だ。物価も上昇している昨今、元気なうちは夫婦共働きで頑張っていきたかった。子供たちも独立して貯金もできるようになったし、老後資金を貯めていきましょうよ。私がそう言うと、夫は納得したようにうなずいていった。お前の言う通りだな。貯金をしていくことが大切だ。老後資金を貯める必要性を夫は理解してくれて、会社への不満を飲み込んで仕事を続けてくれたのだった。私もそんな夫を支えるため、今より給与のいい仕事を探したいのだが、この年齢では転職も昇給も難しい。そこで我が家の余った部屋を利用して介護事業所を立ち上げたいと思い、いろいろと勉強をし始めた。幸い、我が家はローンを完済した持ち家で、庭も駐車場もある。昔、亡くなった私の父が土地を譲ってくれたところに建てた家だった。夫婦二人で生活していくには広すぎるこの家を事業所として改装して活用したいと思い、リフォームの展示会や無料相談にも通い始めた。ある日帰宅すると、見慣れぬ男女が家の前で調べ物をしている様子で立っていた。女性の方は30代半ばほどで、派手な茶色い巻き髪にブランド物の服を着ている。男性の方は背広を着ていて、会社員の風体だ。不審に感じたので、家には入らずにさりげなく近づいて会話を聞くと、どうやら我が家の査定をしている様子だった。道の脇に止めてある営業車に不動産会社名が書いてあったので、数時間後に電話をかけてみたところ、やはり我が家の査定を依頼されたらしく、その依頼主は私の氏名と住所を名乗ったのだそうだ。おそらくあの女性がそうなのだろうが、なぜそんなことをしたのか不気味に感じた。最近通っているリフォームの無料相談などで、アンケート用紙に住所氏名を記入することも数回あったので、そういうところから情報が漏れたのかもしれないと不安になった。そのことを夫に相談しようとしたが、帰宅した夫が驚くことを言ってきたので言いそびれてしまった。なんと、夫は会社を辞めて個人事業主として起業するというのだ。これからはアクセク働いても金はたまらない。頭を使って稼ぐんだ。私は不安になって尋ねた。頭を使うってどういうこと？すると夫はにやりと笑ってこう言った。投資だよ。これからは大金を動かして儲けていく時代だ。貯金なんてしても金は増えないぞ。その日から夫はスマホばかりを見続けて、夜はいつも出かけるようになった。
投資仲間との会合や出張で数日留守にすることもあり、そんな生活を非難する私との喧嘩が増えていった。夫との夫婦関係はすっかり冷え切ってしまい、憂鬱な日々を過ごしていたが、朗報もあった。それは、介護事業所の人材確保のめどがついたのだ。とある複合企業が業績悪化から介護事業からの撤退を図るらしく、リストラされた人材の再就職先を募集していたのだ。実は、資金や場所より人材の確保が一番の悩みどころだったので、それが解決できて嬉しかった。場所に関しては、我が家をリフォームするとなると夫の許可が必要なので、しっかり話し合わねばならない。自己資金も必要だし、老後資金として貯めた貯金から出せる額についても、夫の意見を聞きたかった。夫は昨日から出張に出かけていて、金曜日に帰る予定なので、その時に話ができるように、前もって現在の貯金額を確認しようと思った。そこで通帳を記帳しようとしたのだが、いつもの置き場所に老後資金口座の通帳がない。しかも一緒に置いていた私個人の通帳もなくなっている。不安になって銀行に直接電話をしたところ、私の名義の通帳を持ってきて預金を引き出しに来た女性がいたが、身分証を提示しなかったので断ったというのだ。その女性の特徴を聞くと、先日勝手に我が家の査定をしていた女性だった。自分の預金が無事だったことに安心したが、銀行員から夫名義の老後資金の方は数日前に ATM から複数回引き出され、残高は数百円だと告げられたのだ。給与のほとんどを夫名義の口座に回していた私はパニックになり、慌てて夫に電話すると、こう言われた。ああ、あれな。投資に回したよ。動きのいい複合企業の株を一気に買い付けたんだ。夫は得意げに自分が選んだその企業がいかに有望か語り始めたが、私はそんな話を聞く気はなく、夫を責めた。そんな、あれは夫婦二人で貯めたお金なのよ。私に無断で使い込むなんてひどい。うるさい。金が倍になって戻ってくるんだぞ。お前の預金も下ろしたいから銀行に来い。通帳はこっちにあるからさ。今から出張なんだ。急いでくれ。それを聞いて、私の通帳を使おうとした女性と夫がつながっていることに気がついたのだった。このままでは私は彼らに身ぐるみ剥がされるかもしれない。すぐさま夫がいる銀行とは別の支店に行き、急いで自分の元の口座を解約して、マイナンバーカードで新しい口座を作って預金を移した。新しい口座は通帳も印鑑もなしのインターネット銀行にしたので、無断で通帳を持ち出される危険はない。こうして残ったわずかの資金を確保して一安心したとき、ふと夫が買い付けたと言っていた株の会社名に聞き覚えがあることに気がついた。それは介護職員をリストラしたあの企業だった。確かに一般的には優良企業だが、うちの業界内では密かに業績悪化が噂されていたのだ。すぐさま夫に警告すべきだったが、夫があの女性と関係しているとしたら、私が助け舟を出す必要はない。そして2日後の金曜日、私の疑いは的中したのだった。出張から帰ってきた夫は女連れだった。以前見た茶色い巻き髪の女性だ。私は夫に尋ねた。その人は誰なの？彼女は俺の婚約者だ。はじめまして、メイコと言います。その女性は、妻である私に対して悪びれることもなく、白々しい挨拶をしてきた。はあ？浮気してるってことなの？私がそう言うと、馬鹿にしたような口調で言った。
俺たち夫婦はもう終わってるんだよ。俺が新たなパートナーを求めて何が悪いんだ。夫婦関係は破綻しているが、その原因は夫の無謀な投資による散財だ。まるで私のせいで浮気に走ったかのような言い方に腹が立った。私は低い声で夫に言った。悪いに決まっているでしょ。覚悟はできているんでしょうね。夫は一瞬たじろいだ様子だったが、傍らにいる女性がそんな夫を肘でつついていった。ズバッと言ってやってよ。夫は気を取り直し、ニヤニヤしながら記入済みの離婚届を私に向かって突き出していった。若くて綺麗な彼女と再婚する。お前とは離婚な。メイコも夫に腕を絡めてすまし顔で言った。だってさ。二人は若さと美しさで私の価値を下げて貶めようとしてきた。これが結婚生活20数年の末路かと思うと涙が滲んできたが、傷ついた顔を見せたら彼らを喜ばせるだけだと思い、私はにっこりと笑顔を見せた。了解です。私はそう言い返し、夫の手から離婚届を受け取ってサインした。すると、夫は焦った口調でこう言った。離婚だぞ。分かってるのか？お前一人で生きていくんだぞ。私が泣いてすがってくるとでも思ったのだろうか。私は夫に言った。一人で生きていくって何？別に孤独になんてならないわよ。子供たちや孫もいるし、家族からあなたという存在が消えるだけだわ。夫は真っ赤な顔になり、歯ぎしりをして悔しそうな様子だ。メイコもなぜか悔しそうに唇を歪めていった。どうせすがりつく嫁を捨て去る姿を浮気相手に見せてかっこつけたかったのだろう。そんな二人に私はさらに言ってやった。ところで、あなたたちには相応の慰謝料を請求するつもりだけど、支払いは大丈夫かしら。夫はよほど悔しかったのか、怒鳴るように言った。不出来な嫁のくせにずうずうしいな。でも、俺たちは慰謝料ぐらいどうってことはない。メイコも金切り声を上げて言った。そうよ。手切れ金ぐらい恵んでやるから、さっさと離婚しな。二人とも随分景気のいいことを言うので、あの優良企業の株がこれから下がることは知らないらしい。証券取引所は土日は閉まっているから、破滅は月曜日に訪れるだろう。私は二人に向かって言った。じゃあ、あなたには慰謝料350万円。そちらの浮気相手さんには170万円請求するわ。夫とメイコは私の提示した金額を聞いて目を丸くした。私はスマホを取り出して自分のネット銀行のアプリを見せた。送金が確認できたらこの離婚届を渡すわね。投資をしている彼らなら投資会社と提携しているネット銀行の口座を持っているはずなので、この場で慰謝料を送金させるつもりだ。夫はかすれた声で言った。お前、ネット銀行なんてやってたのか？ええ。通帳と印鑑なんて家に置いてたら不用心でしょ？泥棒猫ってどこにでもいるみたいだし。私の通帳を使おうとしたメイコを睨みながらそう答えた。メイコは視線をそらしている。ここからは心理戦だ。もし慰謝料を週明けに支払わせようとしたら、証券取引所が開くと同時に自分たちの持ち株の暴落が判明し、慰謝料を出し渋るだろう。その前に離婚の清算を済ませたい。私は優しい口調で言った。金額が高すぎたかしら。値下げしてほしいならそう言ってちょうだい。
あまり気の毒なことはしたくないから。同情されたことでプライドが傷ついたのか、夫は私を睨みながら自分のスマホを操作し始めた。そんなはした金でいいのか。ほら、送ったぞ。私のスマホに350万円の入金通知のメールが届いた。私はメイコに言った。あなたは大丈夫？見た感じ高級ブランド品を身につけてるけど、もしかしてお金持ってなくて偽ブランド品なのかな？私は本物しか身につけないわよ。あんたこそブランドの価値なんてわからないババアのくせに。メイコもプライドを傷つけられたのか、私を罵りながらスマホを操作し、間もなく私のスマホに190万円の入金通知のメールが届いた。私は二人に向かって言った。慰謝料は確かに受け取ったわ。さあ、離婚届を渡すわね。明日は土曜日だけど、出してくれるかしら。夫とメイコは夫婦のサインが記入済みの離婚届を受け取って勝ち誇った顔で言った。今からすぐにこれを出して俺と彼女の婚姻届を提出するんだ。はした金でフル女房と縁が切れてすっきりだぜ。私たちは大金持ちになるのよ。スズメの涙の慰謝料なんかどうってことないわ。言いたい放題言って去っていく二人の後ろ姿を見ながら私はつぶやいた。お金は大事よ。3日後には身に染みるでしょうけど。翌日、私は身の回りの品だけを持って一旦実家に帰省することにした。一人暮らしの母の家事を手伝いながら週末を過ごし、離婚の件は子供たちに電話で連絡をしておいた。子供たちは驚いていたが、離婚の原因が浮気であることや、慰謝料も受け取り済みであるから、生活の心配はいらないと伝えると、少し安心してくれた。そして、いよいよ月曜日の朝9時を回ると、元夫から何度も電話がかかってきた。予想通りなので、私は無視することにしたのだが、実家の有線電話にもかかってきたので、仕方なく電話を取ることにした。受話器の向こうから元夫のひどく焦った声が聞こえてきた。大変なことになったんだ。金が必要だからこないだの350万円を返してくれ。私は言った。お断りよ。頼むよ。実は買っていた株が暴落しちまってこのままじゃ破産しちまうんだ。泣き言を並べる元夫に私は告げた。ああ、あの複合企業ね。業績悪化していたのに気がつかなかったの？メイコがあの企業の株は上がるって言ってたんだ。あらあら、二人して投資の才能なしね。図星だったらしく、元夫はしばらく黙り込んだ。ところで、まさか家の権利書をあの女に渡してないわよね。それは俺の名義なんだから俺の勝手だろ。勝手にさせないわよ。土地は父からの贈与だし、ローンは私だって働いて返したのよ。いいからお前に渡した金を返せよ。話にならない元夫に私はため息をついていった。あれは慰謝料なの。あなたの罪の証として支払わせたお金よ。取り返しのつかない罪のね。そんなこと言わずに頼むよ。もう話は終わりよ。あとは弁護士を通してもらうから、二度と直接電話をしないでちょうだい。そう言って私は電話を切ったのだった。数週間後に弁護士から連絡があり、自宅が勝手に売却されないよう手を打ったとのことだった。元夫はメイコの部屋に転がり込んで、自宅を売って現金を得ようとしたのだが、それを裁判所から止められたことにより、
メイコは元夫に不満をぶつけて、二人は喧嘩が絶えないそうだ。家族の思い出が詰まった我が家には、まだ私の私物が残っている。財産分与の対象となる自宅を元夫の自由にさせないつもりだった。弁護士からは、自宅のローン返済には私の給与も当てているので、財産分与として自宅の権利を私が受け取り、元夫が夫婦の貯金を使い込んだことと相殺という形に持っていくつもりだと言われた。裁判に持ち込まれた財産分与だったが、ほぼ弁護士の予測通りの結果を勝ち取れた。借金まみれになった元夫とメイコは仕事を探して遠方に引っ越していったので、それ以後接触はない。私は自分のものになった我が家をリフォームし、小規模なデイサービスの運営を始めた。毎日目が回るほど忙しいが、地域のお年寄りの役に立てるよう日々奮闘中だ。人生100年時代となり、老後の不安から元夫のように怪しい儲け話に飛びつく人もいるだろうが、儲けることより地に足をつけた生活を続けていくことが大切だ。本当の豊かさは、そうした人生を歩み続けることだと思っている。